皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。今回はですね、先日ニコンの ZF を持ってアジサイを撮りに行ってきたので、その時の写真を見ていただきながら、撮ってて思ったこととか、ゆるくお話できたらなと思っています。あとは最後の方で、その撮った写真の中から1枚だけ色の編集、仕上げのところもちょっとだけお話ししようかなと思っているので、よければ最後までご覧ください。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。で、早速なんですけど、撮りに行ったのは毎年この時期になると行く場所なんですけど、今年なんですけど、なんとなくいつもよりお花の数が控えめだった気がして、例年だともっとこんもりわーっと咲いてる印象だったんですけど、気のせいかもしれないけど、今年はちょっと少なめだったのかなっていう感じがしました。で、行った日なんですけど、すごく天気が良くて、それ自体は良かったんですけど、アジサイ的にはちょっと乾きすぎてる、乾いてる感じっていうか、お水が足りてないように見えるお花もちょっとちらほらありましたね。やっぱりアジサイって雨が似合うお花だなって撮りながら思いましたね。しっとりと濡れてる時の方が透明感っていうかみずみずしさが出る気がして、なので次は花びらがちゃんと濡れてるタイミングで撮りに行けたらいいなと思っています。結構見に来てる方も多くて、お子さん連れとかの方もまあまあいて、結構賑わってるような感じでしたね。では、撮ってきた写真を順番に見ながらお話をしていこうかなと思います。まずはこの日の雰囲気が伝わるような写真で、引きで撮った1枚からご紹介します。こんな感じで青いアジサイとかピンクだったりとか紫のアジサイがわーっと混ざって咲いていて、手前のピンクのアジサイをちょっとぼかして、その奥に向かって色が続いていく感じがいいなと思って低めの位置から撮ってみました。さっき今年は控えめって言いましたけど、それでもやっぱいろんな色が集まってるのを見るとやっぱり綺麗だなって思いますよね。で、続いてこちらは青いアジサイを一つ主役に決めて撮った写真になります。まん丸に咲いてるアジサイを真ん中に置いて、後ろは木漏れ日の玉ボケができるようにして撮ってみました。背景に丸いボケがふわふわ入ってくれて、ザ定番って感じではあるんですけど、左下のアジサイにぐっと近寄って前ボケも作りながら撮ってみました。続いて今度はぐっと寄ってみた1枚になります。なんですが、実はこれ後からめちゃくちゃトリミングした写真で、画像いっぱいに花びらが入るようにしてトリミングをしました。全体的にふんわりした感じで好きな1枚です。一応元の写真も出しておくとこんな感じです。すごいですよね。ZF でもここまでね、トリミングしても大丈夫っていう心強さ。次はここでガラッと雰囲気が変わるんですけど、これはちょうどアジサイのところに日が当たってて、で奥の葉っぱの方は少し影になっていたので、編集でさらにシャドウを落としてみました。さっきみたいな明るくてふんわりとしたアジサイも好きなんですけど、日陰のところを狙って背景の暗さでお花だけに日が当たってるっていう感じもクールな感じがしていいなと思いました。どんどんご紹介するんですけど、こちらは色を変えてピンクのアジサイを撮影しました。ピンクのアジサイって青とはまた違ってぽってりとしていて、可愛い感じがさらに出ますよね。これは左側から光が当たって花びらがちょっと透明感あるように見えるのがいいなって思ってるのと、背景の葉っぱのこの緑とのコントラストも気に入っている写真です。続いてこちらは手前の葉っぱを入れてフレームみたいにして撮ったものになります。アジサイって葉っぱも意外と大きくて立派なので、お花だけじゃなくて葉っぱも一緒に使うと葉っぱに包まれたアジサイを覗き込むみたいな可愛い感じになっていいなと思いました。ぜひこれからね、アジサイ撮りに行かれる方はこの撮り方やってみてもらえるといいんじゃないかなと思います。
で、続いてなんですけど、逆にこっちはすごく明るくハイキーに振って調整をしてみました。露出を少し上げて、で前ボケも入れて、ふわっと軽い感じにしてみています。さっきの暗いガクアジサイと比べると、同じ日に撮ったとは思えないくらい雰囲気が違いますよね。青いアジサイのこの涼しげな初夏らしい感じが出たんじゃないかなと思っています。はい、そして最後は白いアジサイを横構図で撮影をしてみました。白いアジサイって光が透けると本当に綺麗で、これは抜け感をちょっと出してみたくて、横位置で背景も少し明るめにして見ています。アジサイの写真ってたくさん撮ってると、つい私は縦ばっかりになっちゃうので、たまに横でも撮ってみると印象がまた変わって新しい発見があるなと思いました。はい、ということでそんな感じで撮影したお写真をいくつかご紹介してみましたが、最後に私の色編集のやり方についても少しお話ししてみようかなと思います。さっきの青いアジサイを例にしてお話ししようかなと思うんですけど、私は見たままのお花の色も好きなんですけど、そこから少しだけ自分の理想のイメージに寄せてライトルームで編集することが多くて、元の写真って実はこんな感じなんですけど、まずホワイトバランスなんですけど、色温度をちょっと青寄りの方に寄せて、あと色かぶり、ティントの方も合わせて調整をして自分の好きなブルーに近づけています。次に露出なんですけど、ここは最後にちょっと微調整もしたんですけど、全体的にちょっと明るく上げてて、そのままだと今度はハイライト、明るい部分のところが明るくなりすぎちゃうんですよね。なのでハイライトはちょっと下げて、逆にシャドウもちょっと落として全体をキュッと締めるっていうような感じ。あとはサイドもちょっとだけ上げてるっていうような感じです。で、カラーミキサーの項目については今回はこんな感じにしてるんですけど、私がだいたいいつもやってるのがこのイエローのサイドを下げるっていうとこで、そうすると葉っぱの黄色っぽさがちょっと落ち着いて、お花の色が引き立つ感じがするので、で後の色はその時々でちょっと微調整してるっていうような感じですね。最後にカラーグレーディングの項目なんですけど、この写真はシャドウとハイライトをこんな感じにして、全体をブルーというかアクア寄りに調整をしています。これで青の中でもさらにちょっと涼しげな統一感が出る感じがしています。こうやって仕上げてみると最初の1枚から結構印象が変わりますよね。繰り返しにはなるんですけど、あくまでこれは私好みの仕上げなので、正解があるわけじゃないんですけど、皆さんも自分のイメージに合わせていろいろ遊んでみると結構楽しいんじゃないかなと思います。ということで今回はニコンの ZF でアジサイを撮影してみた写真をご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。今年アジサイの撮影に行きましたとか、これから行きますという方はぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。いつもコメントを楽しみにしています。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になったらぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よければそちらもフォローいただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。